皆さんこんばんは、つもりです。今回は前回できなかった駐車場の建築の続きをしていこうと思いますので、よろしくお願いします。このポツンと残った木のあたりに作ろうと思いますので、木を切り落としてスペースを確保しようとしているところですね。丸太は一旦邪魔なので、この辺りに置いておきますね。ここでは設置可能エリアの確認をしようとしているところですね。いつも使う土台を置けるかどうかっていうのを確かめてますね。この辺はうまく置けないようですね。一旦高さを元に戻してどこら辺まで建築できるのかなっていうのを見ていますね。その時気づいたんですが、思った以上にこっちの方向は、設置ができそうだなっていうのが分かったので、今後何か作る時に利用しようかなっていうふうには今思っています。だいたい一路この辺にしようかなというふうに今うろうろしているところですね。ここで位置を決めたので高さを一番高くして2、3、4、5、5列作ってスロープを設置しているところですね。しばらく同じような作業が続いてですね、で今回は、スロープを2階部分につけれないので、屋根で代用できないかなというのでいろいろ設置を試みているところですね。これがだんだん下に下がっていけばいけるんじゃないかなっていうのを画策しているんですけども、結論から言えばこれは、全然うまくいかなかったやり方になりますね。でその後いろいろ前と同じように作っていっているんですけども、位置が気に入らなかったのでまた最初から作り直しているところですね。同じようなことをもう一度やっている形なので、ちょっと倍速でお送りしています。土台を設置しまして、トン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 で土台を設置し終えたら次は壁ですね。壁を設置して天井を設置して、外側にも壁を設置してでスロープをつけて反対側にもスロープをつけて、これでひな形ができたといったところですね。骨組みができたのでどんどん資材を投入して実際に作っているところですね。とりあえず下の部分をスロープまで設置しています。で設置し終わったので通れるかどうかの確認をしています。スロープに乗って乗れましたね。で降りてっていうのが
スムーズにできることが確認できましたね。案外スロープ同士の間の隙間は乗れる判定になっているみたいで、溝にはまるといったようなことはないみたいです。反対側から入っても全然大丈夫、乗れますね。周囲の資材を取り付け終わったので、車を2階に持ち上げようとしているところですね。うわー。ちなみにこの時音は消してるんですけども、実際はめちゃめちゃガシャガシャ音がしてうるさいので、実際試そうと思う方はちょっと注意が必要です。ここからは NG シーンになるんですけども、面白い絵が撮れたので少しだけ紹介します。家の屋根を坂みたいにして降りれないかなと試してみたんですけども、大きいトレーラーが引っかかって全然動かなくなっている状態ですね。どうにかして動かそうと浮かせて資材を挟んで少しずつジャンプさせているところですね。これを何回か繰り返していたら面白いことになったのでご覧ください。よいしょ。もう一回だ。よいしょ。もうちょっと。よいしょ。次でいけるかな。よいしょ。よいしょ。ポン。ヒュッ。めちゃめちゃ飛びましたね。次もスーパージャンプ集になります。相変わらず同じところでずっと引っかかっているんですけども、これは最終的に、どうしようもなくてこのやり方でやることは諦めています。ここで不思議な力が解放されて駐車場の外まで吹っ飛んでいっています。これは本当なんで起きたのかわからないですけども、とにかくこの大きいトレーラーはバグを誘発する最高のツールになっています。ここからはいよいよ詰めの作業、2階からのスロープの作成になります。今板を並べているのは悪いことを考えついた時の動作ですね。板の数でおおよその距離を測ろうとしていますが、せっかく測っていたのに後でこの距離は忘れてしまっています。ここからはスロープを作るための土台の設置に移っていきます。しれっと置いていますが、スロープは土台に対して平行に置くことができるので、
これを利用していろいろ悪いことができるようになっています。ちなみにスロープは最初に設置するときは土台が横に必要ですが、実体化させた後は土台はなくても大丈夫です。先ほど試し置きしたような形で板材をどんどん乗せていって、坂のようにしていますね。板材は積み重ね方向でしかつなげられないので、下から積み上げる方向で作っていっています。はい、スロープが1車線完了したので試運転をしているところですね。いつものように上に持ち上げて、3段目が引っかかって動けなくなったので上の天井は取っています。このように作っては壊しを繰り返していたので板材はどんどんなくなっていきました。最近は板材は丸太を切っては全然間に合わないのでハードウェアショップで大人買いしています。無事に移動できて下の方からも、抜けれるといったような形ですね。ただこの時若干引っかかっていたのが気に食わなかったので後でもう一段後ろにスロープを伸ばしています。あとはひたすら残り3つの坂を作ったり壁を実体化させたりしているところですね。ようやくこれで完成しましたので車を乗せて試運転をしていこうと思います。まず1台目はガソリンカーですね。これをパッと上に上げてちょっと前の方に寄せています。2台目はセメントとメタルの車ですね。ついでなんで、餌箱のところを建築して駐車場に載せているところですね。駐車場だけを考えると意外とセダンが使いやすかったりします。3台目は丸太用の車ですね。ちょっと下が通れるかどうかも一応見ています。降りれることも確認してますね。反対側から入って U ターンできるかも確認しています。3つ目はクーラーボックスの車ですね。鹿に突撃されて動いてしまったのでドッキングするのに少し時間がかかっています。こちらも駐車場に乗せて上に押し上げている形ですね。でちょっと位置を調整しています。こちらが上から見た全体図になります。本当雪が多くてですね、うまく取れないのが難点です。最後にぐるっと見回して終わりにしたいと思います。ちなみに1階部分の壁を実体化させていないのはわざとです。ここはこのままにしておくと、自由に行き来できて便利なので
このままにしています。これを消してしまうと2階部分の屋根が消えてしまいます。最初の方に作ってた階段は2階の壁を作った関係で登れなくなったので削除しました。大きいトレーラーは本当に浮かすといろんなバグが出てくるので、もう1階に置くことにしました。鹿が突撃しないことを祈りたいですね。このスロープなんですけども、一番下のスロープは鹿が突撃するようなら壊して少し宙に浮かせようと思っています。今回の動画は以上になります。駐車場作成いかがでしたでしょうか。だいぶ使いやすい形になったんじゃないかなと思います。次の動画は建築のコツや丸太の空中設置法などの詳しい説明をしようと思っていますので、よければ次の動画も楽しみにしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。